こんにちは。神楽坂にございます、懐石小室の店主小室光弘でございます。今日は雪鍋をご紹介させていただきます。雪鍋と申しますと、鍋のですね、中心的なこの汁に、大根やかぶ、白いですね、雪に見立てたものを、お使いいたします。そして、今日は具材の中に、新春ということなので、少しほのかに赤みのある、甘鯛をあけぼのに見立ててですね、使いまして、もう一つ人参の方は今年はうさぎ年でございますんで、うさぎにかけて、人参を、彩りとして、加えたものということで、お作りしたいと思います。では鬼おろしをおろしていきます。こんな感じでちょっと粗めのですね、大根におろしていきます。で甘鯛を霜降りをする、もうこれ、軽くですね塩した甘鯛を、大きさに、切ってまいります。鍋の時はあまり大きすぎると甘鯛は割と身が柔らかいですから、食べやすい、すくいやすい大きさが良いかなと思います。でまだ側線の鱗は、少し残ってますけど、これはもう霜降りした後にですね取り除いてください。で次に白子を、掃除してまいります。白子は選ぶときにですね、こんな感じにクリーミーな色合いのここが白子の節々がこう立ってる感じでメターってしてないですね。で、黒いところが目立つところだけ切りながら外して、後々これも霜降りしていきます。こういうところありましたら取って食べよい大きさですね。大きさ、ちょっと縮みますからちょっと大きめにしながら。ちょっと裂きながら、これ包丁を浮かしといてちぎれるところでちぎっていってください。今回の鍋ですと、はい、どれぐらいの白子の量？人数によりますけど、白子って喉の通りがいいですし、お好きな方は食べたいだけ入れたからいいかなと思うんですけど、大体検討としてお一人 100g ぐらいやってもいいんじゃないかなと思います。ただ、他の材料他のお料理があるときはですね、それに応じてちょうどいい分配を。で大体こんな感じに水ばらしておきます。でネギは斜めに切っていきます。あと次人参を人参はですね拍子切りにしてまいります。5センチから6センチぐらいの、感じで。でこれを拍子にする前に、皮目を剥いて、ちょっと紙の方がですね、丸みがありますから少し、いっぺんに取ると無駄になりますから2段階ぐらいで、こうしたものを、食べよう大きさ最初くし形ですね、くし形に、切ってまいります。で、芯のところを抜きまして、あと皮目の近くだけちょっと軽く面取りを。
んな塩梅ですね。でこれで下茹でをします。それでは甘鯛を、ひと塩しまして、数時間して、塩慣れしたものをですね、大きさに切りましたものをこれから霜降りをしてまいります。これまた真水ですね。でこれから霜降りをした後に落とす方には、シーガル4、六角形のシーガル4で、こしたお水を使っております。それとあと少し軽い塩水、飲めるぐらいの塩水です。そして、霜降りをしていきます。でくるっとしたところで3、4秒ぐらいでしょうか。でくるっとしたら氷水に落として、これの繰り返しです。でこうすることで、アクとそれから側線に取りにくい鱗があったものが、取りやすくなりますので。塩水を用意するのは何か理由があるんですか？やっぱり塩をすることによってうまみをですね引き出す、そういうことで多少持たせてた方が、後で、水割りの鍋の方でも軽くお塩を使っておりますけど、そういうことですね。あとで水割り鍋でさっと炊いた後に今度はチーズで召し上がっていただくんですが、それでも軽く味にさっと塩気があるなっていう感じがして、うまみが感じるなという程度に、塩水を使うことでそういう効果を期待して使っております。今度はタラの白子を、湯霜にしておきます。最終的に煮てしまうんですけれども、一回さっとアクを取るようなことで、霜降りをしておきます。これまたやっぱり4、5秒でしょうか。こちらの水も塩水？これも塩水もシーガル4を通したものですね。で軽く飲めるぐらいの。で今度は、雪鍋のですね大根と水と、お鍋のベースを作っていきます。およそ1リットル分の大根です。でそこへ、同じく 1リットルと 1.2 リットルですね。これ合わせて 1.2 リットルほどで、これで火にかけていきます。これで沸いてきて、下煮を10分ほどしてから使います。使っている水っていうのは、はい、何かこだわりとかがあるんですか？水は地球のですね、血というかそんなふうに思っておりますんで、やっぱり動いてるものっていう気がするんですね。だからボトリングしてるものとか、あまりタンクに詰まってるものとかっていうのにあまり興味がなくて、その水道になるまで、ずっと手元に来るまで動いてきているものに意味を強く感じるものですから、そういうところでは、どうしても東京の水道水はカルキであったり、入っておりますので、そういうものを除去するのに、うちではシーガル4開店以来ずっと使っております。今日は雪鍋はですね、ちょっと鬼おろしでしました。で通常細かいものが調べると出てくるのが割と多いと思いますけど、それももちろん一回やってみてですね、でまたこういうこともおろして粗いのもおろして使ってみて、でそんな中からですねちょっと違いをまた感じて、ご自分のお料理をですねより楽しくするといいなと思います。特に気に入ったお料理っていうのはちょっとずつ変えるとですね、またなんで細かい方がいいのか粗い方がいいのか、そういうところをですね、探りながらする。でそういうことがたくさん増えてくると経験値が増えて、よりお料理は面白くなると思います。ちょっとアクが出てくるので、10分ぐらい炊いてあげます。10分ぐらいしましたら、ちょっと軽く塩味をですね、今日は雪鍋ですけど、大根が主役というか主材料なので、今日はお豆腐入れてませんけど、お豆腐入れてもいいんですね。でお豆腐、湯豆腐なんかの場合に、昆布だけではなくて少しだけ、お塩を入れてあげると、お豆腐が締まりすぎなくて、良いかなと思います。そこで味がつくって感じじゃなくて、お豆腐の甘さ
でよりこう感じるなっていう程度の塩加減です。飲めるぐらいですね。ではこれから具材を入れてまいります。うさぎ年ということで先ほどもお話ししたかもしれませんが、ちょっとですね、これはそこのなんとなくチラチラっと見えるようなところにあとねも、人参の方はもう下茹でをしております。ネギに、火が入ったぐらいで、ここに順に甘鯛と白子を入れていきます。通常こんなに人参入れることないんですけど、今年は本当うさぎ年ということなので、なんかで今度は甘鯛ですね。で甘鯛はちょっと赤みがあってハラミの白と、背方の方の赤い感じがですね、紅白でめでたいなんていう話もあったり、あとは少しこう赤みがあるところで、春はあけぼのなんていうことでですね、1月はそんなことを、気にしてみるのも面白いんじゃないかなと。でそれから白子と。もうこれだけ鮮度のいい白子は生でも召し上がれるぐらいですから、もうほんと霜降りもしてありますし、あんまり煮ないで召し上がったらなと思います。一応こんなことで煮上がれば出来上がりです。どうぞ。白っぽい感じで綺麗ですね。そうですね。特に今日は全部白で統一はしてないんですけれども、大根が入ることによってその魚の、なんて言うんでしょう、癖とかが和らいで、当然真冬の大根は甘いですから、その優しい甘さがですね、魚の味にも、こうなんて言うんでしょう、入っていくので。なんかふわふわですね。そうですね。甘鯛はこう身質が柔らかいもの、軽く塩してますけど、見た目よりも全然ふわふわしてますね。そうですね。はい。塩加減がちょうどよくて美味しいですね。でまたこうやって召し上がった後に大根おろし鍋に残るので、いろいろな使い方があるかと思うんですけど、一つは、焼いたお餅にですね、この、みぞれを合わせてですねかけてあげて、でおかかを振ってお醤油をさっとして召し上がるとか、あるいはもう何でしょう、冬場の寒い時にですね、時間があってゆっくりお酒をお飲みになりながらであるならば、このみぞれ鍋の中にですね研いだお米をですね入れてあげて、でここでその何ですかね、大根がゆというか、そういうことでも良いかなと。で出来上がったところにですね、からすみをですね手で割ってパラパラパラっとほぐす。もうこうしても最高に、もうみぞれ鍋の堪能としてはですね極致かなと。この白子のこの新鮮さというかフレッシュな感じ、火の通り方がすごくそうですね。いい感じで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。